standing in my closet, can't make up my mind. ちょっと寂しいので色を添えてみたいなと思います。だいたい枠はできました。ちょっとまだこれでは寂しいので、この枠の中に色を添えてみたいなと思います。だいたいのところでピンクをちょっと使ってみましょうか。ちょっと刺繍の類の花みたいなものをちょっと入れてみましょう。簡単ですので、これは一つ入れました。対角線でこちらも入れてみますね。こういうのも本当にやりながらどんどん変わっていってしまうんですけど、ここに入れてみましょう。こっちにもね。何でもそうですけど、ちゃんとやろうと思ったら奥が深いんですよね。手作りのものって極めようと思うとあれですけど、私はもうそんな体力もありませんので自己流です。自分が楽しければいいですもんね。はい、ピンクでちょっと入れてみました。可愛らしくなっちゃいましたけど、小さいものだから、これでいいでしょう。もう一つこちらの方もちょっと色を変えて入れてみますね。刺繍糸も刺し子の糸もそんなにお値段的には高いものではありませんので、色をね楽しめたら面白いかなと思いますよ。はい、もう入れました。ありませんね、これでは。もう一つこちらもね入れて同じ色で入れてみます。今日は糸をちょっと6本ぐらいのでしちゃいましたけど、このくらいだと4本ぐらいの方が糸としたらいいかもしれませんね。ちょっと6本は結構ぶつくなっちゃいますね。そこら辺は加減をされたらいいと思います。はい、とりあえずここにちょっと花らしきものを入れてみました。はい、これであとはこの周りを裏返して1センチの縫い代を縫っていきます。普通の糸でいいんですけど、これで縫っちゃいましょう。約1センチぐらいの縫い代で縫っていきます。ミシンでやるともう早いですよ。今日はでも手縫いでいきます。枠をね縫ったら一応裏返して出来上がりですのでね、裏をつけると丈夫ですし、ちょっと厚みもあるので安定しますのでね、やっぱり裏はあった方がいいかなと思います。ひたすら根気よく縫うだけのことなんですけど、はい、もうちょっとねあと一通りのところですので、もうすぐ出来上がりです。裏返します。ここで少しこう開けといて、これをひっくり返します。はい、どんな風にできてますでしょうか。それで角を少し当てて、ここを閉じたら出来上がりですね。こうまつっていきます。今度表からねちょっとまつらないと。ひっくり返しましたので、でね本当にいろんなんですよ。きちっとやればそれはそれなりに、ただ曲がっててもすごくそれはそれで味があるし、でもねそういうのがいいんですよ。だからあまりこだわらないで、絶対これではダメっていうのはないと思うんですよね。だからご自分がやりたいように、やりたいデザインで、やりたい大きさで、やりたいものでやられると楽しいと思います。この角をねちょっとやっぱり角を少し修正しながら、ややできましたね。なかなかいいと思います可愛らしいのができました。はい、いかがでしょうか。これであとちょっとアイロンでも
かけとくとピシッといきますね。はい、簡単刺し子できました。いかがでしょうか。湯飲みを置いてこのように自分なりお客さんなり出したらちょっと楽しめるかと思います。いかがでしょうか。刺し子のコースターいかがでしたか。以前から作っていた刺し子の作品をご紹介したいと思います。これは綿の、シャツで夫が着なくなったものに私が着ようかなと思いまして、ちょっと刺してみました。なかなか女性でもいいなと思います。どうでしょうか。これは既製品の無地のクッションカバーに全体に刺してみましたけれども、全部一直線とかでは面白くないので、カーブを入れたり斜めにちょっと入れたりしてパッチワーク風な感じで刺してみました。これも同じく既製品の無地のクッションカバーなんですけども、これは真ん中を中心に四角の感じで刺してシャープな感じに仕上げたいなと思いました。グラデーションがいいかなと思ったんですけど、いかがでしょうか。これは男物のウールの着物の端でポシェットを作りました。これは部分的にちょっと色が濃いので目立つかなと思いまして刺してみたんですけど、いかがでしょうか。ウールの着物です。これはもともと使っていた竹製のハンドを古くなった袋から剥がしてこれに使用しました。布は家にありました麻 100% の布なんですけど、これにちょっと刺してみたら個性的な袋になるかなと思って刺してみました。文字は以前私が墨汁で書いた文字をそのまま使いました。次回の動画は浴衣の柄を生かした刺し子のテーブルセンターを作ります。楽しみにしていてくださいね。